あとこの、戦うのに大変だったのはこの手ですね、両手。ハサミが、このこうカニの爪みたいな、はい、それもかなりこう大きいですよね。それでね、一番ね心配したのはね、この中に入ってスーツアクターの方が、はい、このね、手の部分がね重いんですよ。僕思ったんですけどね、重くてね、要するにこうやって握っているだけなんですね。中にこう心棒が持つところがあって、こういうふうにこうやって握ってこうなんですね。人間こういう握りっていうのはね辛いんですよ。重たいものを持つの、やっぱりこういうふうに持ちますよね、重たいものはね。だとこうやって持つと、これはねきついんですよ。ですからね、いつもね手上げるんですけどね、こうどんどん下がっていくんですよ、重いから。で我慢できなくなって、だからそれでねすごいこの中に入った方はね苦労してました。クレジットでは佐藤武さんとクレジットされてますけれど、これ一本といいますか、他に名前をあまり。そうですね、僕も初めてだし、後からねいろんなのね何本かあるけど出てきてないですからね、これで諦めちゃったみたいですね。まあとにかく重いです。重いし頭も重いしね、やっぱりね普通苦しいと思いますよ。まあそれに何しろそのケムル人だとしてはですけどもね、もしケムル人だったらとしたらの話なんですけど、まあビンさんと別に採寸しなくてもぴったりだったケムル人それをまあそのセミ人間にしろバルタンにしろやっぱりかなり細身ですよね。ですからやっぱり細い方をキャスティングしたっていうでしょうね。だから筋肉隆々じゃないでしょうね。また映像といいますかねで見ますとね、結構バルタン選手の腕が細くて、その大きいハサミと細い腕がまたねいい感じのコントラストが出てるな。その分重いんですよ、爪が、手が。これもでも本当ねかわいそうだったね、そんな気がしますよ。でも中にこうねこのポンポン砲じゃないですけれども、ね、あれは火薬仕込んで。ちゃんとこう奇抜でしたね。ちゃんと開くところもありますからね。そうですね。あれはねちょっと奇想天外っていうかね、ここから出てくるっていうのは分からなかったですけど、それも本物の火薬がね出ていくんですからね。そうですそうです。光線じゃなくて。はい。それびっくりしますよね。あと嵐隊員用でとかをですね凍結させるときは光線をあったパーッと出して、あと分身の術も使いますし。でそれであれでしょ、こう栄光弾みたいなのを仕込んで、それでこっちでスイッチを押すとピエッと出るんですよね。さらに怖いんですよあれ。飛び人形で、そう飛び人形、ウルトラマンとのこの空中戦のシーンがあるんですけど、そこでもハサミからウルトラマンめがけてこう栄光弾のように撃ちますので、ロケット弾はすごかったですよ、回数はね。その頃はまだもうふんだんにこの予算があったんでしょうね、火薬とかそういうの。それとあれですかね、撮影の期間もあったからね、まだ放送前ですから、そうですね。それともう一つ、このバルタンは強いんだか弱いんだかわからない、ウルトラマンからしてね、ウルトラマンから見て、消えちゃうし、で変なのが出てくるしとか、そういった設定がね、バルタンはやっぱりウルトラマンにとってはね強いという感覚なんで、あんまりこう相手の様子を見ないでスペシブでもうとにかくやっちゃおうという、そんな気持ちがウルトラマンだったんですね。だから早かったですよ。いや結構ですねビンさんの撮影期間としては、時間としては多分短いと思います。その実際のビンさんがウルトラマンになってバルタンとこう合間見えるシーンっていうのはフィルムあんま回ってないんですけど、その間ですね空中戦がたっぷりありますので、あれは人形が多かったですからね。尺としては
かなりそうそうそうあります。ありましたね。そこそこあります。だから空中戦でもうこうやってクンズホグレツっていうのは、ね、そんなにいっぱいなかったですから、まあだからやっぱりねバルタンは強敵だっていうのはねウルトラマンには分かっててね、もうとにかく早く型をつける、蹴りをつけるみたいな感じですか。そうしないとね怖いと、いうことをこうウルトラマンはね察知したんでしょうね。とにかくあれですよ、その防衛隊のですねハゲタカっていう戦術核ミサイルをですね、バルタンに撃ち込むんですけど、途中の、ウルトラマン登場する前に、でもバルタン一回死ぬというか倒れるんですが、またこうやって横返ってまたですから、その人間とは地球人とはこの命の概念がちょっと違うという。そうですそうです。でノーマルな姿でいるのは一人だけで、残りのバルタンの仲間たちは宇宙船の中にミクロ化されているという設定ですので、そこも魅力があるんですよ。そうこれもね空中戦もね僕は人形だけだと思ってたらそうじゃなくてね、やっぱりアップの時はね、僕が演じてるんですよね。でこのね空中戦のねアップだけ、胸までのアップだけっていうのはね苦しいんですよ。こういう長いテーブルをね、僕は寝そべって、でこっちにスタッフの方が足を持ってて、で僕は背筋を使ってこう何センチか上に浮くんですよね。体を浮かせて、浮かせないとそらせて、そこがぺちゃんこになっちゃうとかっこ悪いですからね。カラータイマーがね見えなくなっちゃうのね。だからちゃんと見えるように浮かせたわけですよ、こうやっててね。それがねやっぱ足を持ってもらってもねやっぱきついですね。だからその背筋がやっぱり足んなかったのかもしれませんけどね。いやピアノ線でちょっとこう指示してもらうとかそういうのできませんかね。できない。やっぱりもう自分でやんなきゃ、自力でこうやって持ち上げている。だからもう上半身を良いスタートでこうやってカッと落ちてもこんなになっちゃいますからね。それはねすごかったですよ。あとはバルタン星人とクンズホグレツといいますか取っ組み合っているところを、その人形でももちろん飛び人形でもやってるんですけども、そこの寄りでねバルタンとそうやってますよね。カメラは横に向いてるんですけれども、飛んでる水平になってるんですけども、実際は立って戦ってるっていう、それを16のアリフレックスカメラの寄りでこう回り込んで手持ちでね、手持ちカメラでこうやってね、それがかっこいいんですよ。で周りにドライアイスでこう煙が、あれはそうですね、飛んでる雰囲気といいますかね。手持ちはね、あれはね鈴木清さんかな。やっぱりその得意な方が、鈴木さん、清さんカメラマンとしては、そうカメラマンとしてはね、佐川さん、要するに高野監督はねもう監督だけで演出やってますから、と鈴木清さん、それからその後にもまだ稲垣さんとかね、中堀さんという方もいらっしゃいました。